はい、どうもこんにちは、水着ジャン抜きましたねとこの手です。見事に予想が当たったなとその手だぜ。キアラオッキーラムダグ美人に期待だねとついなだよ。まあ予想が当たるかはわかりませんが。ということで今回は水着ジャンヌを使っていこうと思います。一体どんなサバなんだろうな。一言で言えばカット回し最強ですかね。性能は期待できそうだね。と言っても欠点がいくつかあるのでそれは後で説明するとしましょう。もし、この動画が、面白いやためになると思ったらチャンネル登録お願いね。バカンスを思いっきり楽しみましょう。はい、ではまずはモーション説明から。まず水着ジャンヌは高弾系サバです。すべて攻撃が遠距離で3段目にノックバックするサバだな。このサバの一番の強みは、射程距離が長いことやクイックの弾速がめちゃくちゃ速いことです。これがカット回し最強たるゆえんだな。そしてクイックに、アーツ1、バスター1がサーチ攻撃で対シューターに強いです。サーチ攻撃が多いんだな。しかし、走ってる相手には当たらないので、詰められるときついので自衛がかなり難しいです。カット回しが基本ということか。これを手な感じかな。今追われてるんですがクイック1を初段ガードされると、2段目サーチではない攻撃はバスター1しかないので、3段目出るまでに詰められたらきついんですよね。見てもらえばわかるがサーチがすり抜けられてるのがわかるな。これはきついね。なので怠慢になったら逃げながらクイック1で攻撃して、ガードされたら攻撃を止めます。通ったら次の攻撃を出してノックバックさせていく感じですかね。なるほど。相手が攻撃を素振りした時や、攻撃を途中に回避で抜けたりして、チャンス時に積極的に攻撃してノックバックを取りに行く感じです。他のシューターより自衛は難しそうだな。といった感じで軽くモーションの説明を。まずはクイック1。まずはこれが初手安定だな。弾速がかなり速く、射程も長いのが特徴です。サーチでない、貴重な攻撃だね。サーチが自衛を難しくするデメリットにもなり得ますからね。カット合戦の時は早く相手を抑えたいから弾速が速いのはいいな。お次はクイック2。かなり速いサーチ攻撃です。クイックは、全体的に速い攻撃だね。そのおかげで攻撃をする時間が短く、攻撃中の隙ができる時間が短いのでカット回しには最適ですね。2段目に置くと初段ガードされながら突っ込まれる場合当たらないのでそこは注意だな。お次にアーツ1の前に、ここでオーブ。さあ行きますよ。聖女より大いなる海の恵みをお届けです。ホップステップグレートオーシャンでオセアンダレグレス。ということでアーツ1はサーチ攻撃です。走ってる相手には当たらないので注意だぜ。何か意図がない限りできるだけ初手は避けたいですね。攻撃速度はそこそこといった感じ。これを使うのが対シューターだな。同じサーチであるギルが対シューターに強いのかに焦点を当てると、相手の攻撃をガードしながらサーチ攻撃すると割り込めるんですよね。これで相手の攻撃を中断させてこっちが一方的に振り込んできるわけだな。それは強いね。なので対シューター時にジャンヌのアーツ1を差し込めば勝てるわけです。対シューター強強だね。そしてアーツ2は普通の射撃です。弾速はそこそこだな。バスター1は遅い攻撃で、バスター2がサーチです。バスターには見た目ほどはないが範囲が広いのが特徴だな。バスターはあんまり使わないかなと。そしておすすめのコマンド選びは、通常時は999か 9AA、対シューターの場合 A9A や AA9 ですかね。主にクイック軸になりそうだな。アーツ軸はダメなの。これに関してはサーチをうまく使える方限定ですね。クイック軸の方がお手軽に使えるってことか。水着ジャンヌの欠点はサーチ攻撃が多い都合上。最低1つ以上サーチ攻撃をしなければならず、自衛がかなり難しいです。そこら辺が苦労と抜けって感じか。難しいね。お次にスキル面を見てみましょう。1式は自身のアーツカード性能をアップ30秒&無敵状態を付与2回30秒です。アーツの倍率は 30% と平均的だな。回数性無敵はマリーを思い浮かべてもらえばわかると思います。カット回しにぴったりだね。というかさっきクイックパの方がいいと言ったが、性能を生かすならアーツ軸の方がいいんじゃないか？そうなんですけどクイックがかなり強いのと、次に紹介するクリティカル威力アップの効果がでかいので、星出しできるクイックの方がいいと思いました。そんなに？というわけで2式。自身の NP を増やす宝具威力をアップ1回&水辺フィールドでクリティカル威力をアップ30秒。倍率は NP 獲得が 20%、宝具が 20%、そしてクリティカル威力アップが 50% と高めだぜ。NP 獲得と宝具威力で宝具を打ちやすくなり、何より海辺限定ですがクリティカル威力 50% はでかいですね。クイックの攻撃が速くかつ火力も取れるわけか。それは強いね。アプリ版ではステージに依存してしまいますが、ことアーケードにおいてはステージは一定期間ごとに固定なので、
今ならば安定してスキルの恩恵に預かれるわけです。ただ海辺じゃない場合クリティカルバフがなくなるので、アーク軸にソルカや評価が変わってきそうだな。やってみなくちゃわからないけどね。お次に3スキ。味方全体の攻撃力をアップ30秒プラス、自身を除く全特性の味方全体の攻撃力をアップ30秒。倍率は20%ずつで全特性の味方は40%の攻撃バフを受け取れるぜ。高倍率のバフを横に負けるのでサポート面もいいですね。ということでアーク性能、クリティカル威力、攻撃バフと3種類のバフが使えるわけだが、攻撃性能のクイックとアーツ型で防御を回すスキルで噛み合ってませんね。理想で言うと高倍率のバフで火力を出し、アークやスキルで NP を貯めながら防御を打つ感じですが、そうもいかずアーツを混ぜながらクイック主体で行くのが現状ですね。まあ、クイック主体でも割と NP 貯まるから問題はないけどな。どっちを選ぶだ。それはプレイヤー次第って感じですね。アーツ主体がきついなと思ったらクイックでも問題ないですし、アーツでも問題ないと思うならガンガンフォーグ回す感じでいいのではと思いますね。まあ、どれだけアーツが許容できるかってことか。ということでお次はフォーグ。範囲としてはカルナ型で 2.5 秒全体攻撃となりかなり広く。広いところで待ち構えて撃つのがすごく強いです。開幕終わって2陣目とかにフォーグ構えれたら強そうだな。周りの影響力がすごそうだね。ですがフォーグ威力が低いので、フォーグレベル上げるかバフがある間フォーグ打つことが必要な感じです。そこは注意が必要だね。そして足の速さは測った感じ 6.0 秒組といった感じです。これはちょっと自信ないが少なくとも平均組以下だと思うぜ。おすすめコマンド構成は、956枚、15 6枚、14枚って感じですね。バランス型でアーツかクイックどっちに寄せるかって感じだな。おすすめのタガはあるの？今自分がやってるアストルフ挟んで回避多めにするか、メイド挟んでサポコーチングで15秒スキル探知できるので、1、3スキのクールタイムが50秒なので、30秒経った後スキル効果が切れた5秒後にはスキルが使えるようになると、バフが乗ってない時間を減らせるわけか。というわけで性能解説は以上でまとめに行きましょう。クイックの攻撃が速く、初手アーツで対シューターに強く出れます。特にクイックの攻撃はカット回しにおいてトップクラスだと思います。さらに回数無敵で有利に。だがサーチが多いから詰められるときつい欠点があるな。そしてスキルがアーツ推奨してるが強いのはクイックの攻撃というジレンマに。クイックでもフォーグ打てるから強いけどね。NP チャージもあるためフォーグの回転率は良く全体フォーグの範囲は強力。足は若干遅めですが射程が長いのでそこは補える感じ。カット回しは強いが自衛が難しいクローとサバって感じですね。シューター職人や好きな人は引いて損はないと思うぜ。性能面で見るとやり込みが必要なのでというわけではないです。今のところの評価としては上の下ぐらいかなと。シューターの面倒によってそこら辺の評価は変わってくるな。さて、実況に行こうか。自分はマルタさんのカットに行きます。そしてタヌキがこっちを見ていると、そこを味方がカットしてカット合戦に。おっとここでした。マルタさんをノックバックさせて追い方フルコンは防げました。そしてタヌキの横やりが入りますが、追い方がカットして自分はマルタさんのカットを防ぐ。ノックバックさせてタヌキ攻撃も避けれましたが、ダメージレースは互角といったところですかね。水着ジョンにはカット合戦で輝くサバだから、互いの相手をカットしてる感じか。カット合戦においてクイックの速くて長い攻撃が役に立ちます。強みを生かして戦えたんね。そこの理解が大切ですね。ということで相手を撃破しますが、HP がミリです。そんな HP で大丈夫なのか？無理です。ファイトやで。こちらは2ミリなので、ホールで撃破を考えつつ落ち時を考える感じですね。聖杯調整は大事だからね。しかしダヴィンチちゃんやクロエは遠距離なのでなかなか近づきづらいです。おまけにダヴィンチちゃんは NP もりもり貯めてるからな。ですが追い方が抑えてくれてるようです。ここで追い方を追う。やはりフォーグ火力は控えめですね。ここでフォーグを構えますが、お味方が先に落としたな。ではセタンタは離れてるのでダヴィンチちゃんを落としていきたいですね。後半にフォーグではないからそこまで警戒しなくていいからな。ここで削り切りたいですが、お味方が落ちてしまう。これは全滅したら聖杯コース。セタンタが来る前に落とさなければ、あとはなんとか耐えるだけだな。避けられますがここは枚数有利。空振りしたところを味方が打ち取って聖杯獲得です。にしてもピンチでよく生き残ってますね。言ってるのが不思議だな。これも日頃の行いがいいからですよ。6勝ガチャボロボロだったのですがそれは。というか関係なくない？そうとも言う。さて宮の射撃に気をつけてホールを当てたいところ。味方がうまく抑えてくれてるな。ここでゲームセット。対戦、ありがとうございました。やった！勝ったよ。さて、今回はここまで。
最後まで見てくれて、ありがとね。もしチャンネル登録してくれると今後も新サバ動画を上げる予定だから見逃さなくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、応援よろしくね。高評価もよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。